プレーターはですね、ご自身では治らないので、赤みって実は茶色より難しいんですね。お肌の肥料をしっかりと下の方に入れておくと、次のお肌が耕されて綺麗になっていきますよね。一つ一つ原因になるものを潰していく最短の治療になりますので。今回はですね、ニキビとニキビ跡について詳しくご説明していきたいと思います。ではですね、まずニキビの原因についてとその予防についてお話をしていきたいと思います。4つに分けてみました。1つ目はですね、皮脂の過剰分泌です。まずこれ原因としてはホルモンバランスの乱れとかですね、食生活が影響と書いてありますが、あとはですね、結構乾燥していて肌がバリアを出すために油を出して保湿しようとしてっていうのが今度ニキビの原因になってしまうっていうこともあるので、この過剰分泌は結構原因になっています。あとはですね、毛穴詰まりですね。そのまま放っておくとですね、古い角質が蓄積してしまったりとか、毛穴の部分にメイクの汚れが詰まってしまって、これがですね、ニキビを荒らしてしまう原因になっているよっていう状態もございます。あとはこのアクネ菌の増殖ですね。アクネ菌ってよく言うんですけど、このアクネ菌は何を原因に増大していくかというと、この皮脂です。さっきの過剰分泌とか詰まりが関係していることになりますが、この皮脂をですね、餌にしてですね、どんどん育成してくれるので、アクネ菌を増やさないためには清潔にしなきゃいけないよっていう感じですね。あとはさっき喋っていて、どれも関連してるんですけど、生活習慣の乱れですね。やっぱりどんなに予防していて肌をきれいにしていてもストレスがあったりとか、あとは睡眠不足だったりすると、ニキビができやすくなります。予防についてお話をしていきたいと思いますが、さっきちょっとお話ししちゃったんですけど、皮脂の過剰分泌を抑える方法として、やっぱり乾燥しているとですね、肌が保湿するために油を出そうとバリアを張ってしまうので、しっかりと適切なスキンケアをしていただくことで、お家でのスキンケアがあまり適切ではない場合ですね、私たちの美容医療を使っていただいてですね、エレクトロポレーション、ケアシスとかですね、あとはしっかりと入れていくジュベルックをポテンザで入れていくとかですね、保湿をしていただく方にフォーカスしていただくといいかなと思います。あとはビタミン C を服用していただく、また使っていただくことで、ビタミン C ってですね、そのお肌の酸化を防いでくれますので、こういう感じの過剰分泌を抑えてくれるよっていう感じになります。で次ですね、2つ目、毛穴の詰まりですけど、やっぱりこれ角質が原因になりますので、予防法としてはですね、しっかりメイクを落として寝ましょうねとかですね、男性の方でもやっぱり寝てる間のこの詰まりありますので、朝起きたらしっかりと洗顔料を使ってお肌を優しく洗っていきましょうねっていうのが予防になってくると思います。で次3つ目ですね、これ皮脂を餌にしてって書いてあって、これやっぱりちょっと思春期の子とかは難しいと思うんですけど、やっぱり油っぽくしていくとどんどんアクネ菌が増殖してしまうので、やり方はいくつかあります。例えばですね、保険の皮膚科さんに行っていただいてちゃんと抗菌薬を飲んでいくっていう方法もありますし、あとはそれだけじゃっていう場合はアクネトレントとかですね、ちょっと美容医療で使えるお薬もあります。結構アクネトレント効くんですよ。いろいろやりすぎてどうしたらいいかわからないっていう子がアクネトレントやるとさーって引く子とかもいるので、そういう方法もあります。あとはですね、 IPL の光を使ってですね、アクネ菌を殺菌していくよっていう方法とかもあるので、このアクネ菌の増殖を防ぐためにはお家でのもちろんスキンケアとか洗顔とかも大事なんですけど、これもちょっと私たちにご相談していただくの一つの手かなというふうに思います。あとはですね、生活習慣の乱れですね。やっぱりですね、睡眠大事になってきます。私もあんまり偉そうには言えないんですけど、10時からですね、夜の22時から2時まではゴールデンタイムだよというふうに言われているので、しっかり適切に睡眠をとっていただくこと。あとはですね、ストレスを溜め込まないことですね。やっぱりストレスが溜まっていると、このニキビだけじゃなくて全体的にクマができてしまったり、またお肌の乾燥につながってしまったり、全てのバランスが崩れてしまうので、やっぱり生活習慣を見直していただくっていうことが大事になっています。あとちょっとお話このまま続けますけど、男性の方はですね、ひげ剃りをしていくので、ご自身の自己流のシェーバーとかだとですね、やっぱり気をつけていてもちょっとカミソリ負けしてしまったりしますよね。でこのカミソリ負けしてしまったお肌にまたこのばい菌が入ってしまったりとかですね、あとはストレスがあって肌の今度トラブルになってしまったりします。でそれがニキビになって色素沈着になってみたいな次のトラブルを生むので、結構ひげ剃りってキーワードなんですね。なので脱毛して
していただくことで予防できますよっていうお話をします。あとは女性の方ですね、私もなんですけど、めちゃくちゃいろいろ気をつけてですね、睡眠もとって、お金をかけて課金をしてですね、美容の治療をしているのに、結局生理が来るとお肌が汚くなると、もうこれどうしようもないんですけど、普通の我慢できる程度だったらいいんですが、やっぱりあまりにもひどすぎる方っているので、そういう方はピルとかをうまく使用してあげるとお肌のバランスも整っていくと思います。何事もですね、お肌のためだけではなく、そのお肌のニキビができてしまうと精神的に落ち込んで、また次のニキビになってみたいな負のスパイラルに陥るので、まずはですね、ちょっと医療機関を訪ねてみるっていうのは最短の賢い手かなというふうに思いますので、大きな予防になると思います。では続いてはですね、ニキビの後の種類と特徴についてお話をしていきたいと思います。それでは1つ目ですね。はい、赤み跡になります。結構こういう方多いと思います。ニキビ今は良くなってるんだけど、この方はちょっと今この発症しているニキビがありますが、ニキビなくなったのに赤みだけ残ってるよみたいな方結構多いと思います。赤みのためにですね、お家で一生懸命ピーリングしてみたりとか、なんかパックとかしてる方いらっしゃるんですけど、結構良くならないんですね。で、基本的にこういう赤い実のですね、チリチリ赤みみたいな感じの赤みには結構 IPL の光も有効なので、今やっているそばかすのための治療も結構これに有効ですし、あとは保険診療さんとかでも V ビームとかですね、赤みのための治療って結構あります。なんですが、赤みって実は茶色より難しいんですね。なので結構ちょっと長期的な作戦になっていくかもしれないので、赤みをあまり残さないためにこの状態をちゃんとしっかり直していくっていうのが肝になってきます。じゃあ次ですね。次、色素沈着です。先ほどの赤みをですね、放っておくとだんだん茶色くなってきませんか。で、結構ですね、40、50代の方とかでシミのご相談でいらっしゃる方で、なんだかシミでもなくて肝斑でもなくて、これは昔あったニキビの良くなった後の色素沈着ですねみたいな方結構いらっしゃるんですけど、こういう風にそばかすみたいになっちゃってるのが特徴です。これもですね、やっぱりターンオーバーを促すしかないので、ピーリングとかですね、あとは針治療ですね、ダーマペンとかポテンツァとかもいいと思いますし、あとはですね、ターンオーバーを良くしたいので、実は内服良くなってきます。グルタチオン、システインとかを飲んであげるとお肌のターンオーバーが正常化していくので、例えば傷できた時とかって赤ちゃんの頃って放っておいたら治ってたのに、なんか私たちの世代になると全然後になって治らないですよね。こういうのはやっぱりちゃんとしたこのターンオーバーが正常化していることが大事なので、内服をちゃんと飲んでくださいねっていうお話になります。で、それでも良くならない場合はですね、ちょっとこう向いていく保険診療とか美容診療とかでいろいろちょっと作戦はあるので、その方の程度によるので、ちょっとやっぱり店に来てほしいですね。次行きましょう。次、クレーターですね。これ結構いらっしゃいますよね。例えば男性の方とかで昔ニキビあったんだろうな、今は全くないのにっていう方は結構この状態になってる方が多いです。なので結構ダーマペンやりたいよっていうのでクリニックに来ていただく方多いんですけど、ちょっとこう大きく分けてみますね。まずアイスピック型と呼ばれるもので、こういう感じでこう穴が開いてるみたいな状態になっている方ですね。これ表皮真皮のもっと下の皮下組織までいってるので、結構実はこれ難しくなってきます。なのでこうやり方としてはピーリングとかですね、ポテンツァとかでこう剥いていくみたいな感じになるので、このアイスピック型のこの深さを浅くしていくのが方法になります。完璧に良くするのかなり難しいです。で、次、ローリング型、ボックス型、これ結構ちょっと似ていて混在しているのですごくしっかりとは分けられないんですが、こっちの方がまだアイスピック型よりは治りやすいです。で、これはですね、ローリング型こう丸くなっている感じなので、こう下の方で拘縮しているので触るとなんだか硬さがあるのがローリング型、ボックス型ですね。で、これはですね、サブシジョンといって針でこうやって扇形に剥がしていく方法が結構いいんじゃないかなっていうふうに言われている方ですね。で、次、ボックス型ですけど、これね結構難しいんですよ。こう完全に四角くへこんでる状態みたいな感じですけど、これもサブシジョンいいと思いますし、ローリング型、ボックス型、アクネスカーピコって言われる血が出るほどガスでガガガガッとこう当てていく方法もいいかなと思います。もちろんちょっと最初からそんなものはやりたくないよっていう方多いと思うので、こういうのはね頑張ってピーリングしててもちょっと難しいので、ポテンツァ、シルファーム、ダーマペンみたいな感じでちょっとザクザクいく治療から始めていくのがいいかなと思います。で、次ですね、ちょっと血が出る治療ですね。アクネスカーピコとかサブシジョンとかに
上がっていきますので、レベルが。なのでちょっとまずクリエイターはですね、もうこれご自身では治らないのでクリニックに来てください。続いてはですね、リゼクリニックでご提供できるニキビに対しての施術をご案内していきたいと思います。まず一つはハイドラフェイシャルですね。こちらは水圧で水でお掃除していく施術になります。結構男性の方とか思春期の子多いのが、そのまま放っておくと毛穴に汚れが詰まっている状態ですね。これさっき喋ったアクネ菌の餌になっていきます。なのでこれをしっかりとお掃除してあげることで炎症しないようなお肌を目指していくことができます。あとはですね、結構油だけじゃなくてメイク汚れとかもですね、放っておくと入ってしまっているので、結構肌がピカピカで綺麗な女性の方とかでもハイドラしてみると、こんなになんか汚れてたんだって目で見ることもできるので、ハイドラフェイシャルは定期的にやっていただきたいお掃除になります。2つ目はケアシス S になります。これはですね、クライオ機能といって、冷却機能をうまく使ってですね、お肌に有効成分を浸透させていくという機械になるんですけど、リゼクリニックでは今現在ですね、薬剤が3つあります。1つが幹細胞培養醸成液、2つ目がトラネキサム酸、3つ目がビタミン C になります。2つ目3つ目はお口で飲んでいただくことが大前提なんですけど、プラスアルファでお肌に塗布していくといったようなものがこれになります。で、何のために使っていくのかっていうと、まずは保湿ですね。やっぱり肌が乾燥しているとバリアといって悪い方向に油が出てしまうので、しっかりと保湿するためにはお家のスキンケアプラス何か美容医療でエレクトロポレーション LDM していただきたいなというふうに思っております。あとはですね、有効成分をちゃんと浸透させておくことで、炎症しているお肌を抗炎症といって抑えてくれることができるので、次の炎症につながらない。炎症するとやっぱりニキビとして表に出てきてしまうので、その土台作りとしてケアシス S はおすすめになります。次3つ目ですね、ドラッグデリバリーのポテンザになります。ポテンザはですね、今あるニキビの、後にももちろん有効なんですけど、有効成分をドラッグデリバリーといって、針で開ける時にですね、プシュッと圧をかけてですね、薬剤をしっかりと奥の方まで入れることができるので、先ほどのケアシスよりももっと有効的に入れることができます。これをやっておくとですね、お肌の全体的な基礎が備わってくるので、よく言うのがですね、お肌の肥料をしっかりと下の方に入れておくと、次のお肌が耕されて綺麗になっていきますよねみたいな感じなので、今のお肌っていうよりターンオーバー後の次のお肌のためにドラッグデリバリーしておきましょうっていうご案内になります。先ほど喋っていたリゼクリニックの機械を使っていくことももちろん有効なんですが、やっぱりですね、お家でのスキンケアとかですね、皆さんの生活習慣とか、一つ一つ原因になるものを潰していくっていうのが最短の治療になりますので、一緒に頑張っていきましょう。今回はですね、ニキビとニキビ跡の治療について詳しくお話をさせていただきました。やっぱりですね、ニキビ今できている状態もですね、できるだけ早く私たちにご相談いただいて、適切な医療機関での治療を受けることが次のニキビ跡を残さない予防になりますので、今の時点で相談していただきたいと思っております。やっぱりですね、患者様一人一人によってニキビの状態も違いますし、生活習慣も違いますし、肌の厚さも違うので、どんな癖があるか、何の原因があるかも人によって違うので、やっぱりこの状態でわからないよっていう方は一度私たちプロにご相談いただきたいなというふうに思います。今からできることですね、ご自宅での生活習慣の改善とか、あとはしっかりお食事を栄養バランスをきちんととるとかですね、睡眠をしっかりとるとか、できることもいろいろありますので、私もニキビに悩まされておりますが、一緒に頑張っていきましょう。ではですね、次の動画でまたお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。